新たな試みが集約されたゼロシリーズと並行して当時開発が進められていたのが正統派の血を受け継ぐストリートファイター3。しかしその作品が姿を見せるまでには予想以上の時間を費やし、ユーザーはやきもきさせられた。発表が遅れてしまったその理由とは。僕は実際ずっともうそのスパ 2X の思いがあったんで関わらないと決めてたので、そこはね、プレッシャーとみんなの俺ストリートファイター感がぶつかってたからじゃないんですかね。かかるまで本当にそれがかかったと思います。グラフィックの方向性が特にそうだったんじゃないですかね。だからその新しい基盤になって色数もたくさん使えるようになったし、でなおかつ制約も増えたんですね。メモリの制約が増えたんですよ。新しいキャラクターをデザインするっていうことの難しさっていうのにも引っかかってたし、だモーションを含めての動きを含めてのだからそういうなんていうのかな、新しさであるとかっていうのにもまた引っかかってたと思うし、多分それが一番大きいとは思うんですけどね。僕はファースト3は一応3つとも関わってはいるんですけど、ファーストでだからセイバー終わってからセイバーの前か忘れましたけど入って手伝いっていう形で入った時に、同じようにそのコンセプトというかどうゲーム作っていいんかを説明がなされないんですよ。こういう感じのものっていうのはイメージとしてつかまるんですけど、触ったりとかして、じゃあ最終的にどの方向性に持っていきましょう。さっき言ったストイックっていうのはもちろんスト3の流れだったとして、それしかなかったかもしれないです。で絵のやつとかもやっぱりこう実験しながらでしたもんね。新たな伝説を作るため開発が進められていたスト3。しかしその前に立ちはだかったのがキャラクターの問題。当時キャラクターをめぐって一体何が起こっていたのだろうか。最初に龍もいなかったしチュニーもいなかったわけで、多分当時のスタッフたちはだから新しい一つ作るんだからストリートファイター作るんだからいらないって、新しい主人公を作るんだって言ってたと僕は思うんですけど、確かアレックスですね。主人公も変えてきたっていうですよね。で多分2年くらい経った時にストリートファイターなら龍がいなきゃダメだろうって岡本さんに言われてそれはあれですね。いやそれはみんな周りから見ててもそう見えてたんですよ。それは龍がいないときっとストリートファイターになんないんだよって思ってたけど、チームはそうやって頑張ってたじゃないですか。だからちょっとこう見守ってたんですよね。で聞かれたらみんな言う用意は持ってたんですけど、スト3をプレイする上で欠かすことのできないシステム、それはブロッキング。画期的なアイデアとして導入されたシステムだったが、当時は大きな問題を抱えていたという。開発者たちが頭を抱えたその問題とは。最初にそのブロッキングってシステムを入れたんだけど消化しきれてなかったんですよね。で本当にそのパターン数が多くて本当に微妙な間合いで戦えるっていうゲームに多分したかったんだと思うんですけど、それが多分 2D では難しかったとこだと思う。だこっから出すパンチとこっから出すパンチが本当は違ってほしかったんじゃないのかなとか、スト2って言ってしまえばデジタルゲームじゃないですか。急遽ゼロシリーズは特にデジタル化してるんですけど、だからそこですかね。もっとアナログ的な参加をしたかったんじゃないかなと。でそれを最初に言い切れてなかった。最初のコンセプトでそういうふうにやろうって見つけ出してたらきっともっと早くもっと成功もしてたかもしれないんですけど、それは今だから言えることであって当時僕がそれを生み出せって言われたら当然できてなかったと思うし、初期の頃だからしゃがむだけでもすごいフェイントがかけれたじゃないですか、スト2でも。でもそれってものすごい意味があったことで、だんだんゼロだのなんだろうってなっていくとそれは少なくなっていってあまり意味をなさなくなっていったけど、スト3はそれが多いじゃないですか。でそこにすごいゲーム性を求めるべきだったんだろうなと思うんですけど、ファーストでさっき言ったように手伝いですけど、あれ経験してないと多分出なかったと思いますよ。
もうほんまにさっき言ったようにチーム内は混沌とした状態で何が正解か分からなくって結局キャラの調整っていうのも全体の統括をある程度したはしたんですけど何が正解か分からない状態で最後やっぱり期間が来て、で期間ももう切っちゃったんですよ。もう絶対出せって。でこれはこのまま作っててもまたあと5年かかるぞって言って、キリない。で1回出して評価を受けてみろってでその時にはもうセカンドを作るのは決まってたからね。開発陣も大きな問題を抱えながら試行錯誤の末完成までこぎつけたスト3。しかしプレイするユーザーの反応は意外なものだったという。結構クソみそケチョンケチョンだったね。そうですね。ギャーみたいな、散々待ったスト3がこれかって言われた。あれほんま謝らなきゃいけないのかもしれないですけどね。だからそういう意味ではこっちも悩んで多分ユーザーも悩んだゲームだと思うんですよ。どう遊んでいいのかっていうのを。そんなユーザーからの厳しい反応を受け開発陣は第2弾セカンドインパクトを発表。前作で突きつけられた厳しい現実に開発陣はどのように応えたのだろうか。まずブロッキングっていうのは何なのかっていうのを僕もそれしか分析しなかったんですけど、ある意味セカンドではちょうどその時にメインだっていうふうにしてナミさんに言われてメインだって言って、もう一人のメインの方と2人でダブルメインって感じで、こっちの方には他のことをやっていただいたりとかして分かんないことが多かったんで、もうこっち僕はもう突き詰めしかしなかったんです。ブロッキングの突き詰めとそのゲームって何だろう、このゲームって何っていう。でなんとなくおぼろげに見えたんですけど最後ですよね多分ヒューゴができて、一応全キャラそのセカンドの時点での全キャラ揃いました。じゃあ、その時にたまたまユーザーさんのユーザーバグチェックみたいなのを始めてたんですけど、そのユーザーと一緒に遊びながらじゃないですけどやりながら、じゃあこのゲームって何がしたかったのかなっていうのをずっとユーザーと喋ったりこっちの開発内部でも喋ったりした時に見えたのがなんとなくそのセカンドの遊ばし方っていう。セカンドインパクトで大きな課題となったのがブロッキングの改良。前作で不完全だった内容を開発陣はどのように修正していったのか。まず根本的に間違ってたっていうそのブロッキングはなんていうんですかね、究極の守りを再現したかったのか、それとも攻めにつなぐ、そうです、攻めにつなぐための布石として使いたいシステムだったのかっていうのが分かんなかったのがセカンドのぐらいのあたり、最後のあたりでブロッキングってそういうもんなんだろう。前に船水さんには話したことがあるんですけど、当て身系のものってあるじゃないですか、よくある当て身ポーズを取って取るものとブロッキングって混同しがちですけど、よくよく考えたらなんですけど、当て身っていうのは分かるじゃないですか、それ分かるっていうのは出しました、それに対してはダメだっていうのが分かる。ブロッキングは出したのが分かんないんで、ある意味だから昔子供の頃に遊んでた草むらの中に穴ぼこ開けて落とし穴作ったり、こんな草の輪っかかけようっていうのがハイコイハイコイハイコイかかったっていう遊びじゃないですか。トラップをかけるって遊びっていうのは実は待ちじゃなくて攻めなんですよと。でそれが分かった時点でセカンド楽になったっていう、その時点では実は今の言葉っていうイメージはなかったんですよ。単純に攻めでっていうさっきのイメージだけあって、でそれがサードに至るでパカーンって。ブロッキングの改良で成功を収めたセカンドインパクト。それに続いて発表されたのが現在も稼働中のサードストライク。開発の裏側には今だから言えるこんなエピソードがあったそうです。じゃあもう次は僕一人でするからもう人もそんなにかけないんで何とかしてくれっていうのをお願いしたんですよ。でタイミング的にはセカンドの発表の時いまだに思い出しますけどねそうでしたよね、ショーの時に、セカンドの発表の時にもうサードを作ることを言っちゃったっていう実はここ今だから反省の話なんですけど、そのセカンドやりながらメインソートマンと内部的にソートマン何人かとはもう話をつけてて、セカンドでのパラメータの欠点っていうのも分かってたんで、
全部その内部的にどう作ればいいかっていうのもずっと話し込んでて、メインの外の中井さんっていう方と。でじゃあ直談判が通ったら OK 出たらその時点でシステムをガラッと入れ替えるんで、そういうの準備しておいてくださいとかね。サードストライクで大きな話題を集めたのが人気キャラクターチュンリーの復活。その復活の背景にはこんなエピソードが隠されていた。チュンリーはだからやっぱりインパクトがなきゃダメって、でその話を僕は岡本のところに、ねじ込みに行ったわけですね。ここはいいって言っちゃったんで言ったら岡本の出した条件がだから多分チュンリーだったと思うんですよ。でそのスト3の集大成みたいなもんで考えてんならなおさら入れろみたいな。だからないとインパクトないし、で岡本さんはその、カプコンの顔だったじゃないですか。だからなんだろうな、その一番文句言われるわけですよね。なんでスト3にチュンリーおれへんねやっていうのってもうあまりにずっと言われ続けてきたんでもういい加減入れてくれっていう気持ちもすごいあったみたいですけど。でスタッフの方も今のチュンリー見てみてっていう気持ちもあったんでね。そうですね、作ってみたいっていうのが、純粋にあったみたいです。チュンリーの復活以外にもサードストライクではシステム面で大きな変化が見られた。それはガードブロッキングの存在。サードストライクを象徴するこのシステムはどのようなきっかけで生まれたのだろうか。結局さっき言ったように一から見直すって言っちゃったんで、さっきの03と同じですよね。さっきの話にちょっと戻りますけど、03は真面目に本当に一から考えて、じゃあ僕らも一から考えようよって話っていうのと、さっき言ったそのシステムで分からなかったとかついに全部分かりましたんで、僕の作り手やすいようにしてくださいっていうお願いとが同時に絡んだんで、でガーってやった時にブロッキングってその今のガードブロッキングのないブロッキングシステムとかを含めて3パターンぐらいもう考えてたんですよ、その時点で。で今回のブロッキングとしてはこれですっていうので最終的に何個か実験して決めた時点でなんかやっぱ足りんかなっていう話をしてて、じゃあその03を見ながらこう切ないながらなんかねえかなとか言ったら、ちょうどそのさっき言ったゼロカウンターのことで行き詰まってたりとかしてたんで、ゲージの量とかも含めて細かい話でゼロカウンターねって言いながらこう話してる時にソフトマンの方から、ガードブロッキングを作りたいではなく、ガード中にレバー入力をガチャガチャするのが嫌だと、そっちの方が先やったんですよ。要はガードして硬直の突き抜けた瞬間にすぐにスーパーコンボスーパーアートを打つためにってやっちゃうじゃないですか。その入力自体が嫌だと。だからガードの方向入れてなきゃ絶対そのガード途中でも食らうようにしちゃうよって、連続ガードですよね、をなくそうってソードマンから言ってきたんですよ。面白そうやからそれしましょうよって言った瞬間にちょうど利害一致になったんですよ。じゃあその瞬間やったらブロッキングできるんじゃないのって。要はその自分のガードを捨ててブロッキングをするわけだから、それ面白いやんっていう話になって実験的に入れたら、その時の実験は最初の本当にブロッキングの割り込みの時間やったんですけど、面白い何もでも取れるよ面白いって話になって、本当にその続編作る時に気をつけないといけないのは、だからそういうことやってて、前のシステムはそうだからって言って、スト2のガードの硬直時間はこうだから絶対触ってはいけませんとかね、そういうのを疑問を持って触らないっていうのが一番ダメなパターンだと。今回はすごいそれがなんだそうじゃんって、1987年ストリートファイターの誕生から始まった 2D 対戦格闘の歴史はサードストライクの登場で最高峰に達したと言われている。そんな世間の声に対して2人はどのように感じているのだろうか。あんまりそんな気ないそうなんです、でもいまだにほら新しい技が開発されたりとかするって、そことやっぱりその船見さんの言うところのスパ 2X のそれと同じじゃないですか、なんとなく。やり尽くした感はあるんですか、サードで。言っていいですね、実はあんまないまだまだ触れるぜって。そうなんですっていうのは言いましたもんね、さっき言ったように3パターンって言ってるのがそれで、今回のじゃないな、そのサードを終わった時点での反省っていうのもあったりとか、
それをいっぺん実験でしましょうって言ったのが DC 版のサードを作ってる際ドリームキャスト版ですよねのサードを作ってる時に実は遊びで作ったりとかしたバージョンとかもあったりとかして、まあそれは入ってないんですけど、入れなかったんですけどあえて最後で、それの片鱗が見えるのはシステムディレクションっていういろんなシステムいじれますよっていうのがあって、内部的に僕らは自分たちのスト3を実は作ってたんですよ。で考える余地はあって、さっきの話のガードの話もそうですけど、なんでそうなんだろうっていうところを全部潰して考えてるネタがいくつかあるんですよ。でそういう意味ではスト3シリーズでやるべきなのか他のシリーズでやるべきなのかも悩むようなネタもあったりとかして、でそれは別にその 2D なのか 3D なのかっていうこともはっきり言ってひっくるめて何も考えずに入れるものもあったりとかするんで、だからやり足りないのは確かです。さっき言ったメインソフト版はもうやり足りないとか言ってますしいつまでたってもみんなやり足りないやり足りないって言うんでじゃあその時にやりようってそういうことですよね。だからそれでいいかなと思ってありますけど。